1942年2月、メキシコで農業を営むディオニシオは所有するトウモロコシ畑の方から雷の音が聞こえた気がしました。しかし雷鳴は空からではありません。ガスや岩石が噴出し、煙が立ち込める地割れから轟いていたのです。この地割れは後にパリクティン火山として知られるようになります。その後9年かけて溶岩と火山灰が200平方キロメートルを覆いました。しかしこの新たな火山はどこから来て、何がきっかけで予期せぬ噴火が起こったのでしょうか。どんな火山の話もマグマで始まります。多くの場合、海水がマントルに浸透し、層の融点を下げる場所で岩石が溶け、マグマが作られます。マグマは一般的に地球の表面下に残っていますが、それは微妙なバランスを保つ3つの地質学的要因のおかげです。1つ目は静眼圧です。マグマを押し下げようとする地殻の重さのことです。これに対し2つ目の要因、マグマの圧力が押し返します。この2つの圧力の拮抗により緊張が高まるのが3つ目の要因、つまり地殻の岩石強度です。通常マグマを地下に留めておくのに十分な強度と重さを岩石は有しています。しかしその均衡が破られた時、爆発的な結果がもたらされるのです。最も一般的な噴火の原因の一つにマグマの圧力の上昇が挙げられます。マグマはさまざまな元素や化合物を含んでおり、多くが溶融した岩石に溶け込んでいます。しかし水や硫黄のような物質の濃度が高まると、もはや溶解せず、代わりに高圧の気泡を形作ります。そして地表に到達すると、弾丸が発射されるように気泡が弾けます。何百万もの気泡が同時に爆発するとき、そのエネルギーにより灰の柱となって成層圏へ送られます。しかし破裂する前に気泡は振ったソーダの二酸化炭素のように働きます。気泡が含まれるとマグマの密度が低くなり、地殻を通り突き上げようとする浮力が増すのです。メキシコのパリクティン火山もこうした過程を経て噴火したと多くの地質学者は考えます。こうした気泡の原因として2つの自然要因が知られています。まず地下深部で新たに発生したマグマがガスを含んだ成分を運び混合物に加わる場合、そしてマグマが冷却するときに気泡が作られる場合です。溶融状態の時、マグマにはガスと溶けた鉱物が混ざり合っています。しかしマグマが枯渇するにつれ、一部の鉱物は凝固し結晶化します。この過程に溶解しているガスは含まれず、爆発性のある気泡を作る成分の濃度が高まるのです。すべての噴火がマグマの圧力によるものとは限りません。上層部の岩石の重さが危険なほど低くなり、噴火が起こることもありえます。地滑りによりマグマだまり上部の岩石が大量に取り除かれ、静眼圧が下がることで一瞬にして噴火が発生することもあるのです。この過程は除火作用として知られ、数々の噴火の原因になっています。1980年のセントヘレンズ山の突然の噴火もそうです。しかし除火作用は浸食や氷河の融解が原因で長い時間をかけて起こることもあります。事実、気候変動による氷河の融解で火山活動が増えるかもしれないと多くの地質学者が危惧しているのです。最後にマグマを抑えるのに十分なほど岩石層の強度が失われた時にも噴火は起こり得ます。マグマから放出される酸性ガスや熱により熱水変質という過程を通し、岩盤が劣化、硬い石が徐々に柔らかい粘土に軟質化するのです。地殻変動によっても岩石層は弱まり得ます。地震により亀裂が入ることでマグマが上部に貫入し、地殻が薄く伸ばされるのです。これは大陸プレート同士が互いに離れる時に起こります。残念ながら噴火の原因を知っても噴火の予測が簡単になるわけではありません。科学者は地殻の強度と重さは憶測できますが、マグマだまりの深さと熱が障害となるため、マグマの圧力の変化の測定は非常に困難です。しかし火山学者は岩石の地形の測定を制するために新しい技術を探求し続けています。サーマルイメージング技術の進歩により、科学者は地下のホットスポットを探知できるようになりました。スペクトロメータはマグマから分離するガスの分析を可能にし、レーザーにより火山の輪郭へのマグマの影響を正確に追跡することができるようになりました。こうした技術により不安定な稼働や
爆発的な噴火に対する理解が深まることが望まれます。知ってると思っていたことへの新しい見方を発見したり、知らなかったことに出会ったり、ぜひこの動画で学びを続けましょう。チャンネル登録して好奇心のその先へ。